皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の撮影を行ったのは11月下旬の2日間でした。前回の動画を撮影してから2週間ほど経ったところです。撮影を行った時の天気は2日とも曇りでした。今回はシーズン中に巣箱を普段置いている養蜂場から越冬場へ向けた巣箱の移動をテーマにお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。さて、このシリーズでは今シーズンだけでも9月中旬に公開した動画から数えてみたら、今回を入れてすでに5回にわたって越冬関連の動画を作って公開してきました。越冬は養蜂、特に北国の養蜂では非常に重要なイベントであるわけです。9月中旬の動画でも紹介しましたが、蜂の越冬に向けた人間の作業はいくつかの部分からなっているわけですが、その中から今回は特に蜂の巣箱の移動作業に焦点を当ててお話をします。蜂の巣箱の移動作業の難しさといいますか、面白い点はどこにあるのかというと、それは蜂は自分の巣箱の位置を記憶しているということにあります。蜂は自分の巣箱の位置を記憶しているので、巣箱を無造作に移動させてしまうと、移動先で巣箱から外に出た蜂は元の場所に戻ってしまいかねません。しかし元の場所にはもう巣箱はありませんから、戻った蜂は迷子になってしまいます。そこで蜂が迷子になるのを防ぐために何らかの対策を取ることが必要になるわけです。このシリーズが始まった今から2年前の越冬の時には、先ほど言った無造作な移動を行いました。この時は越冬の放送を行う当日に巣箱を直線距離にして30メートルほど離れた越冬場の納屋にいきなり移動させました。そうすると案の定、移動先で巣箱から外に出た蜂の中には30メートル離れたもはや巣箱が存在しない元の場所に舞い戻って、そこでブンブンと飛び回りながら迷子になっている個体がいました。こうやって戻って迷子になっている蜂の数なんですけれども、それは何百頭というオーダーであったと思います。その時はこうやって迷子になった蜂たちを捕虫網で捕まえて、新しい越冬場の巣箱の場所にまで運んできて、そこで離してやりました。こういう作業を何回か繰り返しているうちに、捕まえては離し、捕まえては離しというような作業を何回も繰り返しているうちに、もう迷子の蜂たちはほとんどいなくなってしまいました。以上は今から2年前の養蜂場から越冬場に向けた巣箱の移動のお話です。これについてはやはり2年前の動画ですでに詳しく紹介しておりますので、ご関心のある方はどうぞそちらをご覧ください。で、それに対して昨年なんですけれども、2年前とは異なる移動の方法を使いました。それは毎日少しずつ巣箱を養蜂場から越冬場に向けて移動させるという方法です。直線距離にして約30メートルの距離を約1ヶ月間かけて移動させました。ですから1日あたりにすると1メートル強の距離を毎日移動させたわけです。このようにちびりちびりと養蜂場から越冬場へ這うように進んでいくと、1回あたりの巣箱の位置の変化は微小になります。そして蜂たちは、このような小さな位置の変化、巣箱の位置の変化には対応することができるわけです。したがって迷子になる蜂を出さずに済みます。こうした全身的な移動方法については、昨年に作って公開した動画ですでに詳しく紹介しておりますので、ご関心のある方はどうぞそちらをご覧ください。さて、以上で過去2年間の養蜂場から越冬場に向けた巣箱の移動方法を紹介したわけですが、今年の移動方法は
過去2年間の移動方法と比べて大きく違っています。そこで以下では今年の巣箱の移動方法を紹介します。それは一旦巣箱を養蜂場から割と離れたある地点に一気に持って行って、そしてそこに巣箱を3週間以上置いた上で、今度は養蜂場から30メートル離れた越冬場に移すという方法です。越冬場と養蜂場は30メートルしか離れていないので割とそばにあるわけですが、この方法だと巣箱を一旦割と遠くにやって、しばらくそこに置き、しかる後に巣箱を再び養蜂場のそばに戻すということになるわけです。それでは、こうした移動方法はどうして有効なのでしょうか。私は先ほど蜂たちは巣箱の位置を記憶しているために、無造作に巣箱を移動させてしまうと、移動先で巣箱の外に出た蜂たちは移動する前の元の場所に舞い戻ってしまって迷子になると言いました。がしかし巣箱を遠くに一気に移動させてしまうと、蜂たちは距離が離れているために移動する前の場所にもはや戻ることができなくなってしまいます。そして移動した先で3週間過ごしている間に蜂たちはもはや元の場所がどこにあったのかというその場所の記憶を失ってしまいます。つまり今ここで紹介している第3の方法は蜂の帰巣能力、つまり巣に帰る能力と蜂の記憶力には共に限界があるということを利用した方法なのです。なお蜂の帰巣能力には限界があるわけですから、養蜂場と越冬場が遠く離れている場合には巣箱を移動させることに、この動画で紹介しているような特に難しい問題があるわけではありません。なお巣箱を遠くに離しておく期間なんですけれども、私は先ほどそれは3週間以上であると申し上げました。実はこれはこのシリーズでたびたび引用する渡辺博渡辺校長の近代養蜂に記載されている期間の数値です。その一方でこの養蜂場ではそれよりも短く、2週間だけ遠くに置くことにしています。今までこの期間の短縮によってこの養蜂場で問題が生じてきたことはありません。それでは今回行った巣箱の移動、その実際の作業を見ていくことにしましょう。まず移動の前日の作業です。この日は午後の昼下がりの作業でしたが、作業を行った時の気温は6度ほどでした。越冬開始前に巣箱の蓋を開けるのは、これが最後になると思いますので、一つ目の作業としてはダニ駆除剤であるアピバールを巣箱から抜きます。この養蜂場では秋のダニ対策としてアピバールを巣箱の中に入れました。ですから越冬を始める前にそのアピバールを巣箱の中から抜いたわけです。そして次の作業は巣箱の中の巣板を釘を使って固定します。これから巣箱を車で運びます。でこの巣箱の中には10枚巣板を入れることができるわけですが、現在は5、6枚しか入っていません。したがって巣板4、5枚分の使っていないスペースがあるわけです。そのため巣板をしっかりと固定していないと、車で運んでいる最中に巣板が巣箱の中で動くリスクがあります。そこで巣板が巣箱の中で自由に動かないようにするために、今見ているように巣板を釘を使って巣箱に固定するわけです。なおここでは巣板と巣板の間は駒を使って間隔が保たれていますから、実際に釘を使って固定するのは巣箱の中で巣板の領域と何もない領域とを仕切っている分割板です。分割板をしっかりと固定すればそれで十分であるわけです。以上が移動前日の作業でした。そして2週間巣箱を仮置きする場所へと巣箱を移動する当日ですけれども、この日は昼頃に気温が10度以上にまで上がるという予報が出ていましたので、
朝早くから作業を始めます。作業を始めた時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で4度ほどでした。これでもこの地方のこの時期の朝の気温としてはかなり高い方でして、霜が降りていませんでした。まず巣門を塞ぎます。巣門を塞ぐには巣箱に備え付けの扉を下ろす方法ももちろんありますけれども、それをやりますと巣箱の構造上、巣門上の窓が開いて冷気が巣箱の中に流れ込んでしまいます。ここではゴムチューブを切ったものを押し込んで巣門を塞ぎます。こういう作業は気温の低い朝のうちにやらなければなりません。さもないと巣門を塞ぐ前に蜂がすでに巣箱の外に出てしまっているということになりかねません。巣門を塞ぎ終えたならば2週間仮置きする場所へと巣箱を一気に運ぶことになりますが、その前に運搬の過程で巣箱を識別することができなくなることを防ぐために、巣箱を識別するための数字を巣箱の上に記入しておきます。そして仮置きする場所へと巣箱を移し終えたならば、巣箱を新しい場所に固定して1時間ほど経ったところで巣門を塞いでいったゴムチューブを取り除いて巣門を開けます。巣箱を運搬する際には巣箱がかなり揺れます。そしてそれが刺激になって巣箱の中の蜂たちが非常に興奮している可能性があります。蜂たちの興奮が収まったのを見計らって巣箱を固定してから1時間経過したところで巣門を開けたわけです。はい、ということで今回は巣箱を養蜂場から越冬場へと移動させる3つの方法を紹介しました。1つは一気に移動させる方法です。で、2つ目は全身的に移動させる方法です。そして3つ目は一旦仮置きして2段階で移動させる方法です。これら3つのうち3番目の一旦仮置きする方法は過去の動画で紹介したことがありませんでしたので、今回特に取り上げて詳しく紹介させていただきました。この養蜂場では、これから2週間後に行う放送の日に、現在の仮置きしてある場所から、今度は越冬場へ向けて巣箱をもう一回移動させることになります。なお、養蜂場と越冬場が遠く離れている場合には、第1番目の一気に移動させる方法で十分でしょう。しかしこの経営のように養蜂場と越冬場とが距離的に近い場合には、蜂の空間記憶にどう対処するのかという問題が生じてきます。そしてそのために今回の動画で紹介したようなさまざまな方法が必要になってくるわけです。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお、登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。